ジャム徳丸です。今日は LINE をやめました。そしてシグナルへ移行したという、そういう話をします。はい。で、結論言うと、LINE をですね、ついにやめました。そしてシグナルという新たなアプリに今移行中です。今、やめてから移行している段階なんで、まだ LINE も残ってはいるんですけど、移行し始めたっていうね、そういう段階ですね。で、その理由、移行の理由だったりとか、移行してからどうするかとか、そういうことも話していきたいと思います。で、デジタルミニマリズムの一環ではあるんですよね。やっぱり原因としては使っていて、本当にLINE を使っていて最近広告がうざいなって、ずっと昔から思っていたことなんですけど、ちょっと TikTok みたいなその動画のタイムラインができたりとか、マネーができたりとか、あと中で投資ができたりとか、スタンプあったりとか、もうね、いろんなものがくっつきすぎて、重くなりすぎてるんですよね。で、メッセージのタブの中にももう広告が入ってきたりとか、で、それってもうノイズでしかなくて、で、自分がメッセージツールに求めているものって、メッセージができること、そして、できれば電話ができること、これはネット回線を使う電話ですね。これだけなんですよね。うん。だからそういうシンプルで良かったのに、で、昔はそういうシンプルな感じだったのに、どんどんね、つけられて、煩雑になって、で、やっぱりメッセージに集中できないような状態がアプリの中で作られていると。で、本当にそれがうざったいし、厳しいなって思ってたんですよね。で、LINE って本当に日本で普及してるじゃないですか。だからその移行が難しいんですよね。みんな使ってるっていう。だから自分一人が移行したとしても、そこでやり取りできる友達が移行しないと、使えないわけですよね。で、それが難しくて、だからそういうちょっと乗り越え方みたいなものも話していきたいと思うんですけど、そもそも LINE って、もともと LINE でしたけど、今 LINE ヤフー株式会社って感じになって、ヤフーとね、また別会社で作って立ち上げてますよね。だからヤフーってそもそも広告の企業なんで、その広告で売り上げを上げるっていうビジネスモデルが前提にあるんですよね。だからその LINE の中でいわゆる広告を回していくことによって収益を上げていくっていう。そもそもそういう仕組みになっているから、どうしても広告依存になってしまうと。で、もちろんその連絡を取れるってことは素晴らしいサービスだとは思うんですけど、やっぱりそのね、広告で売り上げを上げるっていうところ、それがないと企業が存続できないので、で、サービスも存続できないので、それは仕方ないとしてみんな多分受け入れているとは思うんですけど、あまりにもひどすぎるって最近。そう思うわけです。これ完全に個人的な意見です。で、それからね、じゃあどういう風にしようかなと思った時に、いろいろありますよね。WhatsApp とか、Telegram とか、iMessage とか。で、そういうものをね、模索し始めたわけです。で、WhatsApp に関しては、僕この間フィリピンに行った時に、現地の人たちとみんな一緒にね、グループ LINE 作ったりとかして、非常に便利だったんですよ。で、ものすごくそのやり取りもスムースにできたし、電話番号だけで、コネクションできるので、すごくね、シンプルだったんですけど、でも実は WhatsApp っていうのは、メタが今持ってます。だからメタが持っているから結局最初はシンプルだったんだけど、だんだん広告が増えていくっていう、LINE と似たような、運命を辿っていると。で、結局どのメッセージアプリもね、そういうところがあるなと思いますね。で、iMessage に関しては、これiPhone でしか使用できないという問題があります。だから iPhone 同士だと無料でね、メールか電話番号があればコネクションできるのですごく便利なんですけど、ただ Android の人とか他のスマートフォンを使っている人の間では使えないと。で、使った時に Apple 側のデバイスではそれが SMS として認識されて、同じメッセージを送っているように見えても、無料ではなくてそれは有料になります。はい。だから、一回いくらみたいなのが毎回かかってくるわけですよね。だからそこが結構鬼門で、だから iMessage って本当にApple ユーザー同士だったらものすごくね、使いやすいんですけど、で、僕も一部の人とね、使ったりしてたんですけど、それも難しいと。で、出てきたのがシグナルです。はい。シグナル。これ使ってる方いますかね？もし使っているって方がいたらぜひコメント欄で教えてほしいんですけど、シグナルって聞くと結構秘匿性の高いアプリみたいな紹介をされて、特殊詐欺とか闇バイトとかそういうもので使われている、そういうニュースに出てくる名前ですよね。だから結構シグナルって聞くと怪しいアプリなんじゃないかなっていうのが、特にここ日本では
そういうイメージが植え付けられていると思うんですよね。でも、これは非常に面白い企業で、シグナルって。で、もともとそのシグナルを創業した人は、WhatsApp の創業メンバーだったんですよね。で、WhatsApp がメタに買収されてから、その、シグナルの、WhatsApp の同じね、共同創業者の人が、一人抜けて、で、結局その、他の企業から買収されたら、その広告ぐちゃぐちゃのね、メッセージアプリになるから、本当に純粋でシンプルなものを作りたいっていうふうにして始まったのがシグナルです。で、他の企業と違うのは、非営利企業なんですよね。つまりNPO とまではいかないけど、そういう利益を追従しないような組織形態にしていると。それが大きな違いであって、だからつまり株式を保有しないので、買収されることがないんですよ。他の企業に、いくら成長しても、他の企業が買収しようと思って、その株式を譲渡して買収するっていう手段が取れない。それが一つのポイント。だからそもそも買収できないような構造になっているっていうのがポイント。だから、広告モデルに頼る必要がないんですよね。でも広告モデルに頼らないっていうことは、やっぱ寄付とか、そういうものでお金を集めていかなきゃいけないので、運営としてはなかなか大変になるんですけど、実際そのアプリの中に課金というか自分で寄付をするみたいなね、ところがあったりはするんですけど、でもそういう歴史で始まったアプリです。で、さらに面白いのがですね、そのシグナルで使われているプロトコル、シグナルの暗号化システムがWhatsApp でも使われているし、で、さらに Google が使うサービスでも一部使われています。だから本当にそのシグナルで開発されたプロトコルは結構強力で、その暗号化のシステムが今その WhatsApp だったりとか Google でその使われていると。だからシグナルのシステムを使って一部ね、他の企業、大きな企業も運営しているので、それだけ強力な暗号化の仕組みが働いています。エンドツーエンドっていうか、その暗号化してやり取りをするっていうところで言えば、その LINE とかでは一部はエンドツーエンドの、ガード、セキュリティがかかってるわけですけど、でも全てではないんですよね。でもシグナルは全ての通信においてそれが守られると。つまり自分たちのメッセージが一切その企業のサーバーに保存されないような仕組み。で、いつ連絡を取ってるかっていうのもわからないような仕組みになっているので、完全にそのプライバシー性も高いと。で、そこはね、そんなにね、他のアプリと比べても、重要でない人もいるかもしれませんが、とにかくセキュリティが高い。で、かつ、もう広告が一切ないっていうのが、これがね、本当にね、シンプルで、ミニマルです。で、実際に僕使ってみて、驚きましたね。で、本当に何もなくて、メッセージのタブと、で、電話のタブ。で、もう一つは、ちょっとストーリーっていうのがあるんですけど、これがちょっとね、怪しいんだけど、でもいわゆる自分のストーリーみたいなものを、友達に共有できるみたいなページが1枚だけあるんですよね。でもそれは他の人は全く多分入ってこない。自分が連絡先を知ってる人だけが入ってくるような、本当に完全クローズドな、ちょっと掲示板みたいなものがあるって感じ。その3つで構成されているので、本当にメッセージアプリの自分が欲しいところを全て満たしてるんですよね。で、設定に関してもものすごくシンプルで、今 LINE の設定ってセッティング入るとものすごい複雑じゃないですか。だから、ああいうのの中にデータの提供をどうするかとか、そういうものがね、複雑になっているんですよね。だから、分かりづらいと。でもそのシグナルはものすごくシンプルです。でこれ見たら驚くと思います。だからそこもね、操作もしやすいし、ユーザーにとってすごく分かりやすい仕組みになっていると思いますね。で、LINE はね、ほんとごちゃごちゃしてるんだけど、ちょっとね、つぶやいたんですけど、X の方で LINE をちょっとミニマリスト的にいかに使うかみたいな方法をちょっと書いたので、もしよかったらね、LINE を仕方なく使わなきゃいけない人って多いので、もしよかったらそこを参照してもらいたいんですけど、LINE を使うにしてもなるべく、ミニマルな方法にできなくはないと。やっぱりニュースっていうのが結構ね、うざったかったりするんで、なんかニュースを、あれを過去の電話履歴のタブに入れ替えることが実はできたりします。だからちょっとそういうテクニックは使えるんですけど、でも結局根本の広告はなくならないので、ものすごく煩雑なのは変わらないと。そんな感じ。で、シグナルは基本的にその SMS 的なインターフェースをしているので、つまりその相手のメッセージに、絵文字をつけられたりとか、
あとは、スタンプみたいなものですね。ステッカーみたいなものもいくつか用意されてます。で、これ僕知らなかったんですけど、結構そのステッカーがですね、可愛くて、なんかデザインもね、ちょっと、クールというか、スタイリッシュで、可愛いのが多いんですよね。で、デフォルトではその犬しかなかったんで、ちょっとね、あれ猫ないじゃんと思って、もう猫が必要だから僕には。だからその、ちょっと深いとこ入ってみたら、でも一応その猫もダウンロードできるようになっていて、早速その猫の、を落として、それだけね、で使っているんですけど、でもそれも当然無料だし、で、すごくね、そういう風な感じで全然使い勝手は変わんないし、むしろ、これでいいじゃんっていうか、シグナルでいいじゃんっていう感じにすごくなってます。で、当然そのグループチャットみたいなものも作れるので、そのプロジェクトのやり取りとかでもメンバー集めてグループを作ることもできると。だから本当にその何も遜色なくというか、むしろそのシンプル、よりシンプルに、相手とのコミュニケーションに集中できるっていうね。そういう感じになっています。だからちょっと広めていきたいなって思ってるんですよね。個人的にね。で、やっぱり日本って、その LINE が流行りすぎてるじゃないですか。で、ここからそのどうやってちょっと移行するかとかの話に、ちょっとしていきたいと思うんですけど、その、やっぱり問題は LINE がインフラとして使われているってことが問題で、もうインフラになってしまったってことなんですよ。だからみんな使ってユーザーが離れられないから、もう調子に乗って広告入れまくってるんですよね。そこで儲けられるから。だからその構造が歪んでると思っていて、でもそのインフラになってしまったのも別にその LINE が他のメッセージアプリに比べて特別使いやすいから使われてるってわけではないと思うんですよね。多分、それしかなかったから。なんか QR コードでパパッと交換できて、メッセージできる、なんか国内の国産アプリ、なんか日本語対応のアプリが LINE しかなかったからみんな LINE を使ってるだけであって、必ずしもね、なんか他の選択肢がもっとあればね、他のメッセージアプリも、こういろいろこう流行ってたんじゃないかなって思うんですよね。でも本当にそのインフラとして使われている。だから僕も結構今ここが引っかかってるポイントで、例えばその飲食店とか、飲食店で、予約のシステムで使われていたりとか、あとはその病院ですね。最近これ多いんだよね。病院でその診察券とかを書かされる。診察券とかなんだろう。その病状をちょっと書いてくださいみたいな時に、LINE を読み込んで LINE 上で送るみたいなものがあったりします。だからそれってまあ、もともとはなんかその紙とかに書いてたものですよね。で、病院独自でね、そのシステムを持ってるところもありますけど、やっぱそういうところって結構ちゃんとしてると思うんですけど、やっぱどうしても簡易的に入れやすいから、LINE の仕組みを使って、そこでその自分の病状とかをね、ささっと記入して提出するみたいなことをやってると。そういうものにも使われたりしています。あとはそのちょっと政府関係というか、国のね、やっぱり、オフィシャルのね、ものが LINE に入っていたりとか、あとはその企業のオフィシャルアカウントですよね。郵送とか郵便系とかもそうだし、結構その、普通の一般企業もそうだし、自分たちの生活のインフラに必要な企業みたいなところも結構その公式 LINE みたいなものを登録することによって、それで、そのまあ再配達かけられたりとか、そのね、運送系であればね、なんかそういうものがね、本当にこう、自分たちの生活に根付いているものが入っているから余計にそこを切るのが難しいと。で、考え方としては、だからそこをね、一つは、郵便受けみたいにするっていう感じが、まあ自分の中の今、イメージでできていることです。だから、つまりまあ企業、まあインフラみたいなもので使われているものに関しては、そこでもうやり取り、受けをすると。で、だから結局そのアプリは消せないってことになるかなとは思うんですよ。アプリ自体は。ただ、こっちからその積極的に使うことがないっていう状態になるだけで、でもそれだけでもかなりその刺激とか、まあ、アテンションは減らせると思うんですよね。で、それでやっぱりまあ自発的にやっぱりこちらから連絡を取るっていう、そういうこう友達だったりとか仕事関係の人たちだけを、シグナルでやり取りするっていうふうにすれば、そこでなんとかカバーはできるかなと思います。で、他にはですね、まあ連絡手段って多分いろいろあって、インスタグラムとか X の DM とかね、その SNS の DM みたいなものだったり、あとはレガシーな、昔からある電話
そして E メールですね。で、僕も毎週ニュースレターを配信してるんですけど、それも直接メールボックスに届きます。だからこれも本当にそのノイズがない方法をあえて僕は選んでいて、で、SNS で書くことももちろんあるんですけど、僕は発信をしてるんで、でもやっぱり自分のね、メールでダイレクトに届けられるっていうのはすごく強みで、で、これもまだ使っていく必要があるんだと思いますし、で、あとは、その、インフラ的なものは残しておくけど、なるべくそのインフラに入らないっていうか、LINE を使わなくていいものはもう LINE を使わない状態で契約をしたりだったりとかサービスを受けるっていう。ほとんど、ないけどね。その病院とかもそうだけど、でも LINE やってないですって言えば、全然これまで通りの対応の仕方でできるので。で、もちろん LINE 使ってない人もいるしね。で、このね、考えは結構その、僕のちょっと伝説的な友達っていうか、隠遁してる友達が一人いて、で、彼はね、東京の、超都心で、割と近いんですけど、バーをやってるマスターなんですよね。昔何かの回でもしかしたら話したことあるかもしれませんが、そのバーのマスターがですね、彼はそのずっとガラケーなんですよ。多分今ちょっともしかしたらスマホ入れてるかもしれないけど、ずっとガラケー使ってて、で、LINE をだから使ってないんですよね。長年、もうずっと LINE を使わない生活をしていて、で、基本的に彼とやり取りするときは、SMS です。電話番号を介したメッセージングアプリで、やるっていう。だから、連絡も取りにくいし、取りにくいんだけど、でも、確かに繋がっていて、で、今もね、関係性はあるんですよね。だから途切れないと。電話番号を知ってるんで。だからそういう、彼のその、隠遁生活みたいなところに結構憧れがあって、これでいいなって、思ってる部分もあってね。ただ、やっぱり自分はこういう発信を仕事にしてるってところがあるんで、SNS とかをすべて、なくすことはできないっていうことになる。そうなると、そこのそのメッセージングアプリみたいなものは、ちゃんと外から来る人の対応だったりとかコミュニケーションに一応開いておいて、で、かつ自分のそのプライベートなところ、内側はシグナルの方に委ねる。移行させる。そういうイメージを持っていますね。はい。大体ね、今日いろいろ話しましたけど、とにかく、LINE を脱却する。手放す。そして、シグナルに移行する。そういう感じです。で、これ皆さんに強要とか一切するつもりもないし、で、みんなで一緒に移行しましょうみたいなことも、言いたいところではあるんですけど、でもやっぱりそれぞれのね、やり方だったり、あと LINE って本当にね、長く使われているから、例えば、ね、何十年だろうな。もう結構、すごいよね、多分ね、年数で言うとね。だからおそらく例えばその地元のね、小中学校の友達が LINE しか知りませんとか、大学の友達が LINE しか知りませんとか、そういう人たくさんいるんじゃないかなと思うんですよね。そうなると、シグナルに移行した時に、じゃあその小学校とか、ね、中学校とか本当に LINE しかで繋がっていなかった友達と、じゃあどういうふうに連絡取るんだってみたいなことになってくるんですよね。だからそこも考えなきゃいけないポイントになるんで、ちょっとその辺もね、ちょっと深掘りして、ちょっとここ2、3日考えながら、今週のメンバーシップのジャーナルなんかで、もっと深くね、まとめてみたいなとは思っています。自分の中でもちょっとまだ今本当に完全に移行途中で結論が出ていないところがあるんで、はい。今日はそんな感じです。なんとなくそのメッセージングアプリと、あとはそのシグナルの概要みたいなものが伝えられたらよかったかなと思います。はい。ということで、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。